はい、こんにちは。小林邦洋です。今回から私の世界一周の旅お届けいたします。まずね、その第1弾という形でございます。ただいま成田国際空港の第1ターミナルにおりますが、本日はスイスインターナショナルエアラインズファーストクラスの旅をお届けいたします。ここ成田からスイスのチューリッヒへ、そしてね、本日の最終目的地は、お隣ドイツのハンブルグでございます。多分また24時間ぐらいの移動かなと思うんですがね、私も大好きなスイスインターナショナルエアラインズ、こちらの模様をねたっぷりお届けしていこうというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではスイスインターナショナルエアラインズファーストクラスの旅スタートです。さあ、というわけで久しぶりのね、成田空港の第一ターミナルでございます。スイス利用するのも本当1年ぶりぐらいかな。久しぶりに来ましたね。ここもね、南ウィングスターアライアンスがねメインで利用しているエアライン、エアポートという形ですね。そして私が本日利用するのはですね、こちらですね。10時45分、スイス LX161 便チューリッヒ行き、こちらでございます。 BEZ ということで、おそらくね、久しぶりにあれかな、ファーストクラスは Z カウンターを使えるということかなね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、ファーストクラスは使えるんでね、ここターミナル案内図だけど、ここね Z カウンター、こちらへ参りましょうか。違ってたらあれだけど、まあその時はその時で考えればいいかな。なんかあれですよね、もう最近はいつも羽田だけど、やっぱり成田はなんか旅に出るっていう感じがして、すごいいいですよね。以前スイス使った時はまだコロナ明けで、この Z カウンターも復旧していなかった記憶があるけど、あね、 ANA スイートチェックインということで、見て、そっか、まあエアラインが減ってるっていうのもあるんだけど、今使えるのはあれなんだね、 ANA とスイスだけという形でございます。さあ参りましょう、ね、なかなか独特の雰囲気です。おはようございます。チェックインお願いします。こんな感じのね、なんだろう、スタイリッシュでモダンな雰囲気のカウンターテーブルかな。こちらがね Z カウンターでございます。そっか、今ルフトハンザもあれだもんね、羽田行っちゃってるから、実質上使うのがね ANA とスイスだけという感じなのかな。さあ、イミグレも通過いたしました。チェックイン時にですね、ちょっとプチトラブルがございまして、それは何かというと、今日私、ここからねスイスインターナショナルエアラインズで、チューリッヒ行くんですけど、チューリッヒ乗り継ぎで次に利用する会社がね、ユーロウィングスっていうルフトハンザの子会社になるのかな。位置づけで言うと LCC みたいな位置づけになるのかな。ルフトハンザ子会社のユーロウィングスに乗るんですね。なんでかというと、もう当日乗り継ぎでハンブルグに行けるのがユーロウィングスしかないんで、スイスインターナショナルだと翌日になっちゃうんでね。だからユーロウィングスのチケットを買ってたんですけど、ルフトハンザ子会社だから大丈夫かなと思ったんですが、ここ成田ではユーロウィングスの、チェックインが全くできないということなので、つまりどういうことかといえば、チューリッヒで1回イミグレして、1回荷物もピックして、でもう1回、ユーロウィングスにチェックインし直すという形だそうです。一応ね、順調に行けば2時間半ぐらい乗り継ぎ時間あって、チューリッヒ空港コンパクトなんでね、多分問題ないとは思うんですけど、しょうがないですかね。
はい。さあ、というわけでラウンジへやってまいりました。 ANA ラウンジですね。まあ今更でもないけど、スターアライアンスは本当メンバーがね世界中に広がってるので、ワンワールドと並んでね、僕の場合は本当重宝するアライアンスというような感じですかね。さあ参りましょう。おはようございますね。 ANA もスカイトラックスのね5スターエアラインズということで、今日はファーストクラスですね。こちら ANA のスイートラウンジを利用できます。参りましょう。ここ来るのもだから久しぶりだね。静かで本当いいラウンジですよね。おはようございます。すごい、今日本酒もこんな感じなんだ。すごいラインナップになってんだね。へえ。でその他ね、ここはまあビュッフェと、あと確か QR コードでね、いろいろほらダイニングとかそばとかあったかいお料理、牛丼なんかも非常に個人的には目に入りますけど、カレーとできるようなシステムになっているという形でしょうか。おはようございます。本当開放感があるんでね、私も個人的にすごい大好きなラウンジですね。さてどの辺に座ろうか。やっぱりね、こういう時とにかく隅っこが好きなんでね、隅っこの方に行こうかなと思うんですけど、ちょっとだけ外の景色も見てみましょうか。ちょうど向こう側にね、フライングホノモイでね、ホノルル便で飛んでるピーチのエアバス320と比較すると、あれだね、A380 のやっぱ大きさっていうのはすごい際立ちますね。ちょうどなんか一気降りてきてるところですね。はい。やっぱりラウンジは飛行機を見ながらね過ごすのが一番じゃないかなと私は思ったりもしますが、この辺が空いてるから座らせてもらおうかな。ちょうど今あれだね、目の前に駐機してるのはね、エアージャパン、現在2024年4月ですけど、いろいろねちょっとお騒がせ系のエアラインになっちゃってるけど、エアージャパンもいますけど、ここでちょっとコーヒーでも飲もうかな。さあとりあえずね、ちょっとコーヒーをいただいてという形です。こういうところでね、まあ YouTube 撮ってるなら、なんか飯食えよと言われてしまいそうなんですけど、そこはおじさん系 YouTuber ということでご了承いただけると嬉しいんですけど、私はラウンジよほどのことがない限りコーヒーだけで十分でございます。さてそんなわけでね、ちょっとさっき、ね、チェックイン時のトラブルでお話ししましたけど、今日はまずここから成田からだいたい14時間かなかけて、スイスインターナショナルエアラインズでチューリッヒへ向かうという形です。現状だとね、多分現地時間の夜6時ぐらいに到着を予定しているのかな、6時か6時10分とかそんな感じだったと思いますが、で、2時間半ほどのトランジット時間があって、これでユーロウィングスで、ドイツのハンブルグへ向かうという形ですね。それがだいたいフライトでいうと1時間半ぐらいになるのかな。なので、ハンブルグ到着は確か夜の10時だったと思います。つまり日本時間で朝5時なので、まあなんだかんだ約1日の移動というような感じですかね。はいね、この旅の初日はやっぱりこっから長えなっていうの、そうですね。でもまたこっからね世界中に飛び立てるんだっていうワクワク感と、なんかいろんな感情が入り混じる、いつもそんな時間ではございますけれども、ね、この ANA のスイートラウンジ本当静かでね、なんて言うんだろう、やっぱりラウンジ、今僕好きですよ、好きなんですけど、やっぱりあんまり混んでるラウンジが好きじゃないというか、混んでるんだったらもうカフェでよくないっていう派なんです最近は。はい、あんまりどうしてもラウンジっていうね感じではないんですけど、でもここは本当なんて言うんだろうな、まあ
非常にプライベート感というのを保たれる、本当旅の前の一息、まあそれはファーストクラスだから当たり前だろうと言われてしまいそうですけど、一息つける素晴らしいラウンジなんでね、もし機会があれば、あれでもね、多分スターアライアンスの ANA の一番上のステータスだったら使えるのかな、ここは。ちょっとその辺はよくわかんないんですけど、そんな形でございます。はい。というわけで、ちょっとね、パソコン開いて仕事したら、搭乗ゲート行こうかなというところですね。はい。そしてね、今私は成田空港 ANA スイートラウンジのフリー Wi-Fi につないでいるわけですが、当然データは暗号化しております。VPN ですね、バーチャルプライベートネットワーク、インターネット接続を暗号化して、ネット犯罪から大切な情報を守る、そのための必須セキュリティツールでございます。しかもですよ、私が自信を持ってお勧めするのが NordVPN になります。何が良いか、とにかく早い、サクサク使える業界最速の VPN です。何でもね、世界中111カ国に6000台サーバーを置いているそうです。だから僕みたいにあちこちをね、こうぐるぐる回ってても、どこでもサクサク快適に使える。これがね、私が NordVPN を重宝してやまない理由でございます。そしてそんな NordVPN が今、2年間プラン、大幅割引になっております。まあ想像いただくと、ここはね、ラウンジのコーヒーですけど、いわゆるワンドリンクワンコイン、これぐらいの料金で使っていただけるという形です。この動画のね、概要欄にリンクとクーポンコードついておりますので、このクーポンコードを利用してお気軽にね、ポチッと押していただけると嬉しいです。なんでお気軽にポチッとしてよいかというと、30日以内はノーリスクで返金保証が受けられるんです。なので、ないとは思いますけれども、使っていただいてね、ちょっと違うなという場合は、30日以内であればノーリスクで返金保証が受けられます。しかもボーナスまでついてくるというような形です。僕もよく申し上げてますけどね、口を酸っぱくして申し上げてますけど、今の時代というのはきちんと身の安全を自分で守るように、ネット上の安全というのも自分で守る時代になってますからね。私は海外旅してますけど、国内もそうですからね。いろんなカフェとかでフリー Wi-Fi 多いじゃないですか。レストラン、ホテルとかかな。個人情報って簡単に盗まれますからね。で、盗まれちゃうと、今ってもう本当キャッシュレス社会じゃないですか。スマホ決済だったり、クレジットカード決済だったりしますけど、これ止まっちゃうとね、何もできなくなりますよ。はい。僕も実際海外で一回やられてね、クレジットカードを止められたこともあります。もうそれで本当ひどい目にあったんですけど、だからこそ、最低限の投資でね、きちんとネット犯罪から守っておきたいというふうにいつも思っております。そんな時に繰り返しになりますが、自信を持ってお勧めするのが NordVPN という形になります。業界最速なんです。サクサク使えるんです。現在2年間プラン、大幅割引になっております。さらに30日以内はノーリスクで返金保証、そしてボーナスもついてくるという形です。この動画の概要欄にね、リンクと、そしてとても大切なクーポンコード、このクーポンコードを使っていただくことが重要になりますので、こちらがついておりますので、ぜひね、お気軽にポチッとしていただいて、皆さんの国内もしくは海外のね、旅の時に重宝していただけると嬉しいなというところでございます。さあ、搭乗ゲートに参りました。ね、久しぶりのスイスインターナショナルエアラインズ、これは777だね、ボーイング 777-300ER かな、こちらでございます。スイス航空もね、今後あれだよね、機内インテリアという面で、座席とかは結構改修するなんていう報道があるけど、まだ今のところはね、以前のままかと思いますが、どうであれね、やっぱり777はね、絵になるね。もう見てるだけでワクワクしてまいります。久しぶりのスイスインターナショナルエアラインズですね。参りましょう。参りましょう。Hello. 1K. 1K, through the kitchen on your right. Thank you. 久しぶりだね。1K。こちらが今日の私の座席でございます。はい。スイスインターナショナルエアラインズのボーイング 777-300ER 型機ですね。はい。さて、久しぶりだからちょっと簡単にね、座席もご紹介しましょうか。座席はこんな感じの非常に広々した形ですね。で、ここにちょっとした物置があって、今ヘッドセットが置かれております。
そしてこれはクッケ、ここがテーブルだよね。ここがねテーブルというような形になっています。そして、当然ね、ベッドはフラットになるというような形で、ここを使うのかね、ここが開いて、リモコンと、そして、細かい座席設定、さらには小物入れ、そしてここに見えるかな、電源コンセントもついているという形ですね。そしてこれがこのねライトの照明があるという形です。そしてちょっと回ってこっち側もね、ここがね読書灯になっているというような形。そしてこれ今動くかな、今も動くね。こんな形でねプライバシーパーティションができるので、いわゆる最近流行りの個室ドアではないんですけれども、開放感あるときは開放感があって、個室になるときは個室になるというような良さがありますね。はい。そしてですね、こっち側、ここ開くかな今。ここにね、クローゼットというような形になっておりまして、ここにね、例えば羽織るものの上着とか、あとちょっとした小物もね、置けるようになっているという形ですか。そして、ここに機内紙もあるかな、あるね。機内紙とかインフライトショッピングとかこの辺が置かれてて、そして、777 Wi-Fi もございますのでそちらもあります。そしてスリッパとね、あとアメニティキット、後でこれはまたご紹介しましょうかね、置かれているというような形でございます。はい。あとそう足元にもね、カバン一つぐらいは置けるようになっているというようなところでございます。Thank you very much. まずはね、ウェルカムシャンパンから参りましょうか。Thank you. What is the brand of this champagne? It's the Cuvée Louise. Oh, Cuvée Louise. Perfect. Thank you very much. さあ、ね、こちらで行きましょう。さあ、というわけで、ボンボヤシという形です。しみる。本当ね、久しぶりに乗りましたけど、やっぱいいですね。もうまだ出発すらしてないのに、もうなんか満足感に包まれております。なんだろうな。ほら最近ね、JAL にしても ANA にしてもいわゆる個室ファーストクラスになって、でスイスも機内回収すると最終的に個室になる予定だと聞いてるんですけれども、でも現時点では先ほどご紹介したね、いわゆる開閉式で開放感とプライベート感をこう両立できるようなね、プライバシーと両立できるような作りになってて、それが僕個人的には結構好きですね。だからなんだろう、このスタイルで全然いいのにというふうに思うんですけど、時代の流れだからしょうがないですかね。あとスイスだけじゃないですけど、結構ヨーロッパとか中東のエアラインだとね、もうウェルカムシャンパンの段階からこういうナッツを出していただいてね、うわーすごいいい香り。こちらもねおつまみとしていただきましょう。最高。ちなみに今日一応念のため、ここからチューリヒまでは14時間ぐらいというような形ですね。今となっては定番ですけど、ヨーロッパ行きではあるんですが、離陸するとまず東の方にね太平洋を飛んでいって、アラスカから北極圏へ入って、でグリーンランドあたりを抜けて、アイスランド、ノルウェー、この辺を南下してチューリヒに向かうと、こんな流れかなというふうに思います。毎回ね世界一周のスタートは期待と不安で入り混じるんですけど、今回もね、僕は出張ですんでね、お仕事なんでね、いい成果を上げて日本に帰ってきたいなというところですね。はい、さあ帝国でスポットアウトでございます。ちょうど隣のスポットにいるのがタイ航空ですけど、繰り返しになりますけどね、成田空港の第一ターミナルはスターアライアンスターミナルですからね、事実上。なのでタイ航空だったりオーストリア航空だったりエアチャイナとか、ANA ももちろんですけど、スターエアラインス系のエアラインがたくさん駐機してるなという感じですね。タイ航空に至っては見てダブルだね。今ちょうどスポットアウトしたのかどうかわかんないけど、向こう側にももう一機いますね。拡大してみようかね。こちらも
タイ航空ですね。さあ、どんな旅になるか、もうただただ楽しみですね。さて、このね、タクシングの時間を利用して、アメニティキットをね、ご紹介してみようと思います。そういえば、くれましたが、パジャマにも着替えました。私はね、L サイズでちょうどよかったね。はい。で、ちょっと早速なんで開けてみましょうか。バリーだね。バリーの、このなんか、取っ手の部分がおしゃれですけれども、アメニティキットでございますが、開けると結構いっぱい入ってるね。ああ、そう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 。スイスインターナショナルのね、いいのね、これ。リコラののど飴ね。これがね、入ってるんですよ。これがね、意外と旅先乾燥するんでね、後々重宝します。はい。ちなみにごめんなさい、酔っ払ってるんでちょっと顔赤いです。あと歯ブラシとか、あとまあ靴下、アイマスクね。で他にはアメニティキットもいろいろ入ってるけど、これどこのブランドだろう。フォーストっていうんだね。ちょっと見えるかな。ちょっと揺れてるんで、フォーストっていうブランドですね。こちらのフェイスクリームとか、あとハンドクリームなんかが入ってるというような感じですか。で、あと何があるかな。まあ、歯磨き粉ね。歯磨き粉とか。まあ、そんなところですかね。でもなんか、以前と比べると本当、アメニティキットのスケールは増したような気がしますね。ハンドクリームもなんかね、さっきの容器、すごいおしゃれじゃないですか、これ。ね、こういう時大体チューブなんですけど、各エラインちゃんと瓶として、しかもスイスのロゴ入りでね、出してるというあたり、ちょっと映ってるかな、ちょっと怪しいけど。はい、そんなところでございます。さあ、離陸です。はい、おお、来た。777のこの。いやー、やっぱ、しつこいけどかっこいいよ。777の離陸のこのエンジン音の上がる感じがね。あー、ちょうど映ってるかな、向こう側ね。桜並木になってますね。ちょっと名前忘れちゃったけど、なんか、エアラインスポッティングの有名な公園もありますよね、確か。そう、2024年4月ということで、ちょうど今が桜の満開の時期でございますが、そんなね、桜を、まあ、桜にお別れをつけてと言えばいいのかな。離陸でございます。朝方はね、雨模様だったんですけど、今は、まあ、晴れてはいないですけど、曇り空という感じのね、ここ成田空港でございますが、今日は南側の方にね、離陸して、一回あれかな、太平洋に出て、そして旋回して一路東へ向かうという感じかな。はい。さあ、シートベルトランプも消灯しましたので、機内食についてね、ご紹介しましょうか。例によってね、食事とワインリストの、両方が今私のお手元にございます。まずこっちから行きましょうかね。ベーバレッジということで。まずね、シャンパン。これは先ほどもいただいたキュベ・ルイーズでございます。そして、やっぱりね、スイスの特徴は、スイスワインがいただけるっていうところが多くて、ホワイトワイン、レッドワイン、あとロゼ、デザートといろいろありますけど、要所要所でね、必ずスイスワインが大体搭載されてます。スイスの、シャルドネベースの白ワインだったりとか、レッドワインだと、こちらはピノノワールかな。そちらが、はい、あります。さらに、まあ、ロゼ、もしくは寄付ワインまで一応搭載されてて、そして、紅茶コーヒーですね。紅茶は今はシロッコ。コーヒーはネスプレッソという、ブランディングでございますね。その他リキュール類、そしてポートワインという形。そしてもう一つ、機内食メニューの方行きましょうか。あ、そうか、日本語があるからね。こちらね。そう、スイスインターナショナルエアラインズの売りはやっぱね、スイス料理といえばいいのかな。
現在スイス発のフライトは郷土料理だ。残念ながらこれ成田発ですけど、今これ英語とドイツ語メニューがあるけど、次がそうですね、日本語ですね。はい。まあ、ファーストコース、メインコースとあって、売りはやっぱりこれですよね。チーズ、スイス特産アルチザンチーズセレクションということで、ここまでなんとかおじさんも頑張って、たどり着きたいですね。はい。そして、まあ、到着前にもう一回食事があるというような形でしょうか。で、こちらでございますね。やっぱりチーズにここまでページ咲いてるエアラインってなかなかないですからね。正直言って私、チーズど素人なので何もわかりません。何もわかりませんが、スイス各地のね、チーズがいろいろラインナップされているということは、なんとなく想像できます。そして、ね、スイスの職人技が生み出すチーズということで、スイス各地の名産チーズをお客様にも味わっていただけるよう、チーズを激戦して取り揃えておりますということで、こちらがやっぱりね、スイス航空の一つお楽しみかなというところでございます。はい、そんなわけでね、機内食、そしてワインリストのご紹介でございました。さあ、いよいよね、機内食スタートで、まずはね、スイスの白ワインからいただこうと思います。Can I take a photo? Yes. So this is a Switzerland's white wine. This is a Swiss white wine. Uh-huh. It's a different mixture of assemblage. Assemblage. Okay. Assemblage, Yes. Pinot Noir is a cuvée. And I let you want to Yes. try? No, you can go ahead. No problem. Thank you. テイスティングはいいですわ。Thank you very much. Thank you. Enjoy. さあ、このね、アッセンブラージュの白ワインからいただきましょうか。さあ、というわけで、いただきます。うまい。まあ、スイス白と赤当然ありますけど、個人的には白好きですね。なんかね、スイスの白ワインって、なんだろうな、やっぱり飲んでると、アルプスのね、雪山をこう、想像させてくれるというかね、その、アルプスのこの雪山のね、マッターホルンとかね、ああいう透き通る透明感をね、すごい感じさせてくれるわけですよ。さっきそういえばクルーの方がね、私がこうやって YouTube 撮ってるの見て、そういえばこの前、サンパウロチューリッヒ便乗ったけど、同じようにね、YouTuber がカメラ回してて、大変なお仕事ねって同情されたんですけど、スイスインターナショナルエアラインズ、なんだろう、いつも思うんだけど、クルーの人のノリすごいいいっすね。ちょっと、お茶目っていうかね、そういうところもすごい良さで、大好きでございます。はい。ちょうどね、今、白ワインとともにアミューズブースいただいてるとこですけど、ね、よく見たら見て、この白ワイン、わかる？ Home of the famous children's story character ハイジね。アルプスの少女ハイジの町からやってきたワインなんですね。なんかそういえば飲んでたらクララがいるような気がしたとか言って。ね。この辺のストーリー性も含めて素敵だね。スイスの白ワイン。はい、余談でございました。ね。そんなハイジの町からやってきた白ワインを相変わらずいただいております。さあ、離陸して1時間半ほど経過したでしょうか。本格的に機内食がスタートでございます。まず最初はね、クルーの方がサーモンがおすすめだというふうにおっしゃってたんで、こちらのね、サーモンからいただこうかなというところですね。はい。さて、スターターね、1品だけ頼んだら、1品しか食べないのかと逆に言われてしまってですね。なので、2品目ということで、グリーンピースのね、スープをいただこうと思います。これをいただいて、で、メインコースという感じかな。ちょうどね、パンもあるので、パンもつけながら、ね、ハイジの白ワインとともにいただくという形でございます。Yes. Also for the same region. Oh, this is the same region. Heidi. Thank you very much.
Yes. Want to try some? Ah, no, you can go ahead. No problem. Thank you very much. Thank you. Enjoy. ね、こちらもハイジの村のピノノワールのワインというような形でございます。ちゃんとね、メインコースの前に来られるんだよね。そろそろワイン買えますかって。この辺の本当、ホスピタリティが本当素晴らしいね、スイスインターナショナルエアラインズは。そんな気がしております。まあ、見ての通り気持ちよく酔っ払っておりますけど、スイスのあれだね、ピノノワールは、やっぱり、ブルゴーニュに比べると飲みやすいなっていう印象がありますね。だから、飛行機の中で飲むにはね、ちょうどいいかもしれない。ね、ハイジの村からやってきたということで、なんか、今度はこの赤ワイン飲んでるとね、ペーターを思い出すという感じですかね。と言って分かる方いらっしゃったら多分僕より年上ですね。はい、今日のメインコースはね、チキンとフェドチーニにしていました。いつもだったらこういう時ビーフ頼むんですけど、なんかね、たまには気分転換がいいかなというところで、こちらをいただこうと思います。そしてね、相変わらず、ハイジの村の赤ワインをいただいております。まあ、冒頭申し上げましたが、スイスインターナショナルエアラインズのね、メインは何て言ったって最後のチーズですからね、こちらもサクッといただきます。来ました、来ました。So, okay. スイスチーズ。Swiss cheese. Yes. This one is goat cheese. Goat cheese. And this is with Tamian. Uh-huh. And this is from the Eidbergs. Okay, thank you very much. さあ、クラッカーとともにいただこうという感じですか。まあ、メインディッシュはチキンだったんですけど、やっぱスイスインターナショナルエアラインズの場合はやっぱりこれだよね。チーズがメインディッシュのような気がします。クルーの方からはね、当然のようにデザートワイン勧められたんですけど、ちょっとまだ赤ワインがね、飲みたいなということで、ピノノワールとともにいただこうと思います。じゃあまずこのゴートチーズからいってみようかな。Very good, very good. Thank you. 美味しい、ほんと。なんだろう、機内食のクオリティって言えば、他にもね、素晴らしいエアラインいっぱいあるわけですよ。当然ながらね。JAL、ANA も含めて。ですけど、スイスインターナショナルエアラインの素晴らしさは、なんかそのワインといい、チーズといい、なんかほんとね、スイスを旅してる、旅感に浸れるっていうのが、このエアラインのね、機内食の僕は魅力じゃないかなというふうにいつも思います。本当ね、まだ離陸して2時間ぐらいで、しかも今回僕はね、スイスは乗り継ぎなんでね、3時間ぐらいしかいないんですけれども、とはいえですよ、とはいえ、本当機内でね、もうすでにスイスにいるという気分になれる、素晴らしい機内食だなというふうに感銘を受けております。はい、さあもう機内食チーズで締めようと思ったら、クルーの方に、なんでデザート食べないの？めっちゃおすすめなのにと言われてですね、意志の弱い私はですね、言われるがままにデザート、ブルーベリーチーズケーキかな、こちらをいただこうと思います。ちなみに今画面上わかるかな、ずっとね、太平洋カムチャッカの南側あたりを飛行中でございます。大きい地図出るかな。出なかったね。はい。ちなみにですので今ね、外は本当今日は静かな太平洋という感じで、あんまり揺れることもなくね、順調に飛行中です。デザート食べたらいよいよちょっと寝ましょうかね。はい。さあ、歯磨きしてベッドメイキングも終わりましたのでね、ちょっと仮眠モードに入ろうと思います。そしてね、ちょっとクローゼットは丸出しになるんですけど、この扉を引っ張るとね、完全個室モードになりますので、本当ね、スイスも機内改修予定してはいますけども、現状のね、この
開放感と個室のバランスの取れたファーストクラス、僕は本当素晴らしいと思うんですけどね。さあ、寝ますか。おやすみなさい。目が覚めました。見たらね、今地図の下にバローってあるから、もうねアラスカを越えて北極圏に到達してるという。この地図も分かりやすいね。飛行機もこの正距方位図法みたいな地図で一番上ですから、見えないところ北極圏ですね。一番下今数字6時間18分って出てるね。チューリッヒまで6時間18分、ここから果てしない北極圏の旅というところへ今入っている状況であります。4時間ぐらいは寝たのかな。でももう目が覚めてしまいましたね。ちなみにですね、外を見てみましょうかね。こんな感じ。そう、もうつまり白夜の世界に突入してます。これね、日本の冬場だともうこの辺り飛んでると真っ暗なんだけど、やっぱりこの4月でももうあれなんだ、白夜に近いような状態になってくるんだよね。なんかね、下の方にうっすら氷河みたいのが見えるんだけど、ちょっとカメラでは捉えきれてないかもしれません。はい。とりあえずね、もう気持ちよく寝れましたよ。気持ちよく寝れたんですけど、Wi-Fi も入らないし、読書してました。過ごそうかな。結構もうバッチリ目が覚めちゃったんで、読書でもして過ごそうかなというところですね。はい。今この飛行機はね、グリーンランドの上空を飛んでますけど、見えるかな。素晴らしい、表現というのか氷河というか、その真上を飛んでるというような形でございます。モニターだとあと4時間50分ぐらいという感じかな。というところで、冬場にねこのフライト飛ぶともう真っ暗なんですよ、ずーっと。なんですけど、こうやって明るいグリーンランド見るとね、春が来たなって今ちょっと感じてるところですね。ちょうどこのマップでわかるかな。今ね、グリーンランドの真上を飛んでるというような感じですね。この機内マップでもようやくヨーロッパが見えてきたと。一番北を越えた感じかな。ここからはただひたすらね、南下していくというようなところまで来たかなというところでございます。このちょっと気になるのは、下の方にこのポツポツポツってしてるの、これ何なんだろうね。集落っぽいよね。人が住んでそうな気配もしないでもないんだけど、よくわからないな、こういう景色はね。でもやっぱりこういう景色見てね、うわー、見たことね、行ってみたいと思うのがやっぱり旅の醍醐味ですかね。ロシア・ウクライナ問題をねに端を発して、こういう北極圏をね再び飛ぶ時代が来たわけですけれども、これはこれでポジティブに捉えるとね、今まで見れなかった景色をこうして見れるので、幸せなことかななんていうふうに旅人としてはね思ったりもするところですが、やっぱこうやって見たことないね、まだ行ったことない、まだ行ってない場所をね憧れると、やっぱちょっとワクワクしてきますよね。そう、もう旅人としての佐賀って感じですかね。はい。さあ、スイス・チューリッヒまでねあと2時間ぐらいということで、地図にもね右下にノルウェーのベルゲンというところが出てまいりましたので、ちょうど今スカンジナビア半島に沿ってね南下しているというような状況でございます。さて、
着陸前2食目の一応メニューが来ましたね。スイスファーストエニタイムダイニングということで、まあこれはね軽食ですね。2食目はねやっぱり JAL と ANA がやっぱ図抜けてますよ。欧米系はまあちょっと軽いかなっていう感じなんだけどね、キッシュとかパニーニとかね、こういうまあウォームスナックと書いてありますけど、まあ、この辺をちょっと食べようかなというところですかね。はい。まあさっきねチーズとかいっぱい食べたからちょうどいいぐらいでしょうか。はい。さあ私の2食目はですね、これはなんていうんだっけな、チューリッヒャージェス、ちょっと待ってメニュー見ようもう一回。ウォームスナックの一番上ね、チューリッヒャージェシュネットゼルテスっていうのかな、スイスのチューリッヒの煮込み料理ね、こちらを最後いただいてね、機内食締めようと思います。まあもうあれはいいですね、食レポは非常に美味しそうです。はい、こちらでもねいただきましょう。さあ最後ね、ネスプレッソのコーヒーで機内サービスを締めようと思いますけれども、私もね久しぶりの、スイスインターナショナルエアラインズの利用でございました。以前私の動画でも1本あったかなね、あれ以来の、利用という形なんですけれども、まあやっぱり素晴らしいですね。あんまりどのエアラインもね1位とか2位とかね、あんまり順位付けに意味はないと思ってるんで、やっぱ別のエアラインは別のエアラインで良さがあるし、スイスはスイスで良さがあるんですけど、本当このエアラインの良さはすごいシンプルなファーストクラスです。はい、シンプルなファーストクラスなんだけど、すごい実は細部にホスピタリティが行き届いてると言えばいいのかな。この辺のねこのバランスが非常に優れてて、それが本当ね快適な時間を生み出してくれるというふうに思います。中東系とかと比べるとね、もしくは今の日系エアラインもそうだよね。それと比べると派手さはないです。はい、派手さはないんですけども、でも、ビジネストラベラー的に言えば、その機内 Wi-Fi もそうだし、細かいところに荷物が置けるようになったり、でクルーの方のそのめちゃくちゃ過保護じゃないんだけど、やっぱりサービスしてほしい時にはちゃんと寄り添ってもらえると言えばいいんでしょうか。その辺のね、バランスがすごい優れて、僕個人としてはやっぱりかなり大好きな部類に入る、ファーストクラスサービスかなというところですかね。はい、というわけでチューリッヒまではあと1時間20分というふうに出てますので、コーヒー飲み終わったらね、最後もう一回歯磨きして着替えて、そしていよいよ着陸という形でございます。いやー、いい時間です。さあこの飛行機はね最終の着陸態勢に入りね、見ての通りチューリッヒエアポートの乗り継ぎ画面の方にですね移ってきたところでございます。あと12分で着陸だね。そしてこちらいただきましたスイスファーストウェルカムサービスということで、まあ冒頭申し上げた通りチューリッヒでねユーロウィングスにチェックインしないといけないんですけれども、ファーストのそのバゲッジクレームエリアまでのサービスは受けられるみたいだね。はい、なので今チーフの方から渡されてどんな風になるのか僕もちょっとよく分かんないんですけど、活用してみようかなというふうに思いますね。というわけでまもなくチューリッヒ着陸。外はねちょっと何と言えばいいんだろう、ちょっと曇り空というような感じでしょうかね。気温は22度というアナウンスがありました。さあ眼下にはねスイスらしいのどかな景色が広がるようになってまいりました。まあもうね夜6時近いからちょっと暗いかなという感じはありますけど、拡大してみましょうかね。こんな形の
スイスの景色が今広がっているというところでございます。本当はね、一泊したいなというところなんだけど、どうしてもね、仕事の関係で今日中にちょっとハンブルグに入らないと間に合わないのでね、飛行機の上から眺めるのみという形ではございますけど、いいよね、スイスは。いや、ほんとね、チューリッヒしか行ったことないんですよ。一度でいいから、なんかね、どこジュメーブとかね、もしくはいくつかそういう景観豊かなね、景色のいいところあるじゃないですか。行きたいなというような気持ちはあるんですけどね。さあ、いよいよですね、着陸でございます。チューリッヒ空港について簡単に説明すると、この便はね、日本から飛んできてますから、サテライト側ね、ターミナル2の方に、到着する予定かと思います。で、どちらにせよね、ドイツは、シェンゲン協定国でございますので、ターミナル1というね、別のターミナルの方からのフライトという形になるので、ターミナル間をね、移動するという形ですね。ターミナルの間には、確か鉄道だよね。鉄道が走ってるんで、それに乗って基本的には移動していくと思うんですけど、順調にいくと今日ひょっとしたらファーストクラスなんでね、リムジンサービスで行けるのかなというようなところです。とはいえね、ヨーロッパの主要空港の中ではかなりコンパクトな方なんで、はい、乗り継ぎは楽かと思います。さあ、いよいよやってまいりました。本日は私どもスープにご搭乗いただきまして誠にありがとうございました。また短いうちに再び機場にて皆様にお目にかかれますよう機長をはじめ乗務一同お待ち申し上げております。それでは皆様この先もお気をつけていってらっしゃいませ。改めまして本日のご搭乗ありがとうございました。今ちょうどね、ターミナルの便の上に見えたとここがね、ラウンジなんですよ。ほんとね、滑走路と目と鼻の先のラウンジでね、ぜひ非宣言協定のね、フライトの場合は一度でいいんで行ってみていただけるといいんじゃないかなと思いますが、さあ、というわけでね、スイスクエアインターナショナルエアラインズの長距離機材が並ぶね、このサテライト側に今スポットインでございます。Thank you very much. Thank you. Hello, 小林。ここで待つという形で、おそらく車で行くのかな、ターミナルまで。そんな感じですね。そしてね、ボーディングブリッジからこの階段を降りて地上に出るという形ですか。あ、なるほど、このバスに乗っていくという感じかな。独特でしたね。一回まずイミグレをして、で乗り継ぎある人はそこからそのまま乗り継ぎ、次の搭乗ゲートラウンジと行けんですけど、スイスに入国する人はもう一回このシャトルバスに乗り込んで、今度バゲッジクレームエリアに行くという形ですね。なるほど。このシステム使って入国するの初めてなんで、私も勉強になります。ここで降りるのね。そして降りてね、バゲッジクレームエリアへ参るという形のようです。でも快適だね。飛行機降りてわずか10分ぐらいでここまで参りました。さあ、無事ね、荷物も出てまいりまして、到着ロビーに着きました。あれだね、アライバルラウンジあるんだね。場合によってはあれかな、チェックイン終わった後アライバルラウンジ使ってもいいのかな。とりあえずね、特別な時間はここまでで、ここからは普
通の人に戻る予定なんですけど、でもアライバルラウンジあるならそれもありかななんて今ちょっと思ってるところです。とりあえずね、出発会行って、まずはねユーロウィングスのチェックインをね終わらせましょう。はい。空港自体はねほんとちっちゃいんで、国際線がねこのたくさん到着する到着ロビーも見ての通りもう非常にコンパクトですね。さあ、そっか、ユーロウィングスは普通にスルーチェックインできないのか。重量オーバーが怖い。とりあえず上行きましょう。はい、というわけで出発会にやってまいりました。今目の前はエミレーツ航空がねいろいろチェックインしてるけど、私が乗る便はですね、どこだ、あった。20時45分発ハンブルグ行きですね。今スイス航空のコード車4414で出てますけど、これは言葉が分かんないけどロー5だね。 EW7765、 これが正式名称ですけど、こちらのユーロウィングスでハンブルグへ向かうという形です。ロー5か。さてどこだ。ロー5はなぜか外に出ろってマークなんだけど、それはどういうこと？これはどういうこと？あれ？ちょっと待って。なぜ？外じゃなくて下ってことかな、これ。ひょっとしたら。ちょっと、あんまりこの辺がよく分かってなくて。あら。チェックインエリアとかいろいろ出てるけど、ユーロウィングスは、一応、ここに、チェックインエリア2って書いてあるけど、ちょっと仕組みがよくわからないんでね、とりあえず探しましょうか。やっぱ下行くんだね。下へ行けということか。なんだ、せっかく来たのにもう一回ワンフロア高いところに来ちゃったってことか。よいしょね、見ての通りチェックイン2ロー5は下って書いてあるんで、こちらへ参りましょう。さて、紫色のマークかな、これがユーロウィングスかな。意外と空いてるかも。ちょうどあったね、ここにね。ユーロウィングスこちらということで、プライオリティなのかな。僕スターアライアンスがちょっと使えるかよくわかんないんで、とりあえずエコノミークラスなんでね、こちらに素直に並びましょうか。さて、チェックインを終えてですね、もうイミグレというか、荷物検査のね、中まで入ってしまいました。ちなみに私の今後ろはですね、私が愛してやまないスイスのねチョコレートブランドスプラングリのショップがございます。ほんとね大好きだよ、スプラングリ。ちょっとね時間のスケジュールの都合上、今日はちょっと私のトランクにこのスプラングリを持ち帰るスペースがないのでね、断念しないといけないんですけれども、スイスとね多分ドバイにしか店舗がないんだよね。なのでもし機会あればね、スプラングリのチョコレートをぜひチューリッヒ土産、スイス土産でね、皆さんお買い求めいただければというところでございます。別に広告ね、なんか企業案件じゃないですけどね。さて、なんで中入ったかというと、よくわからないんですけど、ユーロウィングスはスターアライアンスメンバーではないと。でも、荷物にはちゃんとスターアライアンスのプライオリティタグがついて、で、なんか、スイス航空のラウンジも使えるっていうんだよね。であれば、まあいいかなと思ってですね、その一か八かにかけてですね、とりあえず、来たというような次第です。こういう場合ってどっち使えるんだろうね。今、このね、ターミナル1、まあ、シェンゲンエリアの出発エリアでございますが、2つあるんだよね。スイスファーストとスイスビジネス。どっちなんだろう。ファーストで来たからね。だから、ブリティッシュエアウェイズのルールだとスイスファーストが使えることになるんですけど、とりあえずちょっと一か八か行ってみようかな。ダメだったら撤収しようかな。
よいしょ。押すのか。とりあえずちょっと、まあ以前ね、私のラウンジでもご紹介したことあるスイスファーストですけど、ちょっと行ってみましょうか。この辺のルールがよくわからないね。そうか。Hello. I have one question. さて、一か八かが成功してですね、ファーストラウンジやっぱり使えるそうです。スイスのファーストクラスで来たんで。ということで、ここでね、ちょっと時間を過ごそうと思うんですけど、一応まあ以前もご紹介したことあるんですけど、ちょっと簡単にご説明するとですね、ここがビジネス、誰もいないね、ビジネスエリアで、まあ、電源もちゃんとついて個室スペースでお仕事ができるというような形になっております。そして当然のごとくね、シャワーもあります。まあ、今日はもういいかな。そしてここはリラックスエリアって書いてあるからクワイエットエリアかな。そしてこちら側がね、まあ、バーカウンターとダイニングスペースということで、まあいろいろありますよね。ジュースからビールから、そしてこちらがね、ハローダイニングエリアということで、ホットミールを作っていただけるというような感じですね。ちょっと一応探検してみましょうか。せっかくだから久しぶりだしね。これを上上がると喫煙エリアとミーティングルームがあってね、スイスのかっこいい写真が出てますけれども、でこの向こうへ行くとね、リムジンサービスで搭乗ゲートへ行けるというような、こういう長い道のりになってるわけですね。はい。というあたりの、こちら側はまあ比較的やっぱりファーストラウンジなんでね、利用者もそんな多いわけではないんで、まあコンパクトな作りというような感じでしょうか。とはいえやっぱりよくできてますね。さて、やっぱり性格的にね、なるべく人気のないテーブルを選びましたけど、一応メニューいただいたんでね、せっかくだから見てみましょうか。まあアラカルトでね、こういうラウンジっていうのは本当何でもありますよね。もう軽食からフルコースに近いものまでね、全部食べれるというような形かな。そしてこちらはやっぱこういう時代だもんね。ビーガンメニュー、これも非常に充実しているというような形でございます。あとはなんだ、こっちはあれか、スイーツ系ね、デザート系のメニューも、うわー、なんか食べたいいけどどうしよう。そんなところかな。で、あとこれワインリストね。もうほんとラウンジとは思えないこのワインのね、品揃えというかラインナップでございますが、ほんとね、全然余裕で長時間ゆっくりできるようなスペースですよ、ここは。そんな感じだね。こちらはロゼワインと赤ワインのリストというような形で、あとデザートワインの方までちゃんと揃ってる、もうフルラインナップがあるというような形ですね。そんなスイスラウンジでございます。ちなみに僕のテーブルから見るとこんな感じの景色。バーカウンターもあってね、時間帯によってさまざまなリラックス方法があるような、そんなラウンジですね。さて、メニューはあるんですけど、機内食ね、食べたばっかりなんで、ちょっとコーヒーだけいただきます。ほんとね、いろんなところでお話はしてるんですけれども、ヨーロッパ、日本からもね、いろんな都市へ飛行機が飛んでて、いろんなエアラインでね、目的地へたどり着けるわけですけれども、僕が本当ね、自信を持って本当おすすめするやっぱり空港となると、チューリッヒ、フィンランドヘルシンキ、オーストリアウィーン、あとデンマークコペンハーゲンね。この4つはね、やっぱり乗り継ぎの安定感が抜群ですね。そんなに大きくなくて、でも
だから大きくないからかな。でもやっぱりいろんなところに乗り入れてるというところか。その辺がやっぱり僕が乗り継ぐなら、できることならここで乗り継ぎたいというようなところでしょうかね。そうだからファーストクラス利用したからというのも当然あるんですけれども、飛行機を降りてからね、ちょっと今回ユーロウィングス利用ということで一回外に出て荷物再度チェックインという形にはなったんですが、でも荷物検査だって比較的空いてますし、ここまでねどうしてスイスイ来ますので、やっぱり改めてやっぱこのチューリヒ空港のね乗り継ぎ空港としてのやっぱり有能さというのを改めて感じたところです。ね、なのでこの2024年4月スカンジナビア航空がね今度離脱しちゃうんですよね。スカイチーム入っちゃうんですよね。だから僕が先ほど申し上げた4つの空港は見事にね各アライアンスで分かれるということになるんですけど、だからワンワールド系の方ならやっぱりヘルシンキ、スターアライアンス系だとだから今後はウィーンとここチューリヒですね。で、スカイチーム系の方はコペンハーゲンという感じになるのかな。どうしてもロストラゲッジしたくないと、ロストバゲッジしたくない、飛行機乗り遅れたくない、オンタイムで乗り継いでちゃんと荷物もというような場合ね、この4つの空港は私も経験上ね、自信を持ってお勧めできる空港でございます。はい。ファーストクラス利用となるとね、もう飛んでるエアラインが少ないですもんね。今回乗ったスイスでしょ、 ANA、エアフランス、あとどこだ、ルフトハンザ、もうこれだけでしょ多分今欧米系、あとブリティッシュエアか。だから5つぐらいしかないんですもんね今ファーストクラス。だからファーストクラス乗るとなるとスイス一択という形になるのかな。乗り継ぎできる、乗り継ぎの便利さという意味で言うとかなと思うんですけど、はい、そんなところですかね。だから実際ファーストクラスさっきねシャトルバスみたいので乗り込んで移動してましたけど、乗客ファーストクラスの乗客の半分以上はやっぱ乗り継ぎでしたもんね。だから素晴らしいサービスでかつ快適なトランジットとなると、やっぱりヨーロッパにおいてスイスインターナショナルエアラインズっていうのはやっぱりず抜けてるんじゃないかなというふうに思いますね。さてちょっとコーヒーでね、この時間帯やっぱちょっとね眠くなります。眠くなるんですけど、コーヒー飲んでねちょっと仕事しようかというところですね。はい。さあゆっくり休憩もできましたんで搭乗ゲート参りましょうか。 Thank you very much。 非常にね快適な時間でした。なんか昔はね結構こういう出発の時って日本発着便の飛行機を降りる時に急にもう全然日本と関係ないところに行くんだっていう感じでね、なんか自分の中にちょっとした不安とか寂しさを覚えることが結構あったんですけど、どっかのタイミングからかな、いつなんだろう。若い頃そうでしたね。僕社会人になってね某商社でアイルランド担当してて、ロンドンヒースロー空港着いてねアイルランド行きに乗り継ぎで歩いていくとね、だんだんね乗ってた日本人もいなくなってついに一人ぼっちになってみたいな感じでね、すごい乗り継ぎ便でこっからは孤独だなと思いながら移動してた記憶がありますけど、いつのタイミングからか分かりませんが、なんかこう日本便を降りてですね、こっからは乗り継ぎなわけじゃないですか。スイスからドイツ行きも全然ね出発地の日本と関係ないわけですけど、そうするとねむしろなんか自分自身が生き生きしてくるというかこっからようやく自分の時間がスタートすると思うね、変な不思議な感覚がねちょっとありますね。はい。というわけでちょっと変人な話で恐縮なんですが、出発ゲート参りましたね。ユーロウィングスの、何便776号便ね、こちら間もなく登場かと思います。見てこれ特別デザインだね。 BVB だからボルシア・ドルトムントの特別カラーのユーロウィングスですか。へえ、なんかテンション上がるね。こちらで参りましょう。 Hello。 はい、ユーロウィングスのエアバス A320
ゼロ型機でございます。まあよくあるヨーロッパのビジネスクラスシートといえばいいの、普通のエコノミーと同じなんだけど、この真ん中の座席ね、ここをまあ開けて、まあ非常にプライベート感を少し増やしているというタイプで、座席自体はねエコノミーもビジネスも同じ作りでございます。そして足元もなのでね、ちょっと広めというような形になってるんですけれども、これはなんだ、ウィングスビストロだから、まあ機内食を有料で販売しているという感じかな。あと機内紙らしきものも置いてあります。一応ちょっと見てみようか。基本的にユーロウィングスってあれだよね、デュッセルドルフとかあの辺をベースで飛んでることが多いんじゃないかなという認識なんだけど、それらしき情報は、見つからないありました、あったんだけどよくわからんまあ結局ルフトハンザの子会社としてね、近距離路線とかリゾート路線とかいろいろそういうところを飛んでるというところですかね。はい。さあというわけで、ここからねハンブルグまではまあ1時間ちょっとかな、1時間5分10分それぐらいのフライトだと思います。もうここに来るまでに十分いろいろと食事含めて堪能しましたので、ここはもうシンプルに寝るだけかなというところですね。はい。さあ3時間弱のね、スイス滞在でございましたが、最終目的地へね向かいましょう。まあ何はともあれね、このユーロウィリングスは本当オンタイムで飛んでくれそうだから、こういうちょっとやっぱりさすがに疲れてるんで、疲れてくるとやっぱりそれが一番ありがたいですよね、本当。ね、スイスを代表する都市であるチューリヒとはいえ、やっぱり空港を離陸するとね、そこまで光はないよね。やっぱりここは偉大なる農業国って感じ。さあ一路北へね、ハンブルグへ向かいましょう。ちょっと一旦寝落ちします。さあ車輪をねドンと落とす音で、ね、目が覚めました。ハンブルグにもう今最終の着陸達成でございます。こういうね、2フライト目ね、こういう時のもう簡単に寝落ちするね。なんか機内サービスコードでやってたよなっていうような記憶はあるんですけれども、まあ、当然僕はマネーボケンでただ寝てたというような形でございました。結構あれか。でもやっぱちっちゃいのはちっちゃい空港だね。はい、この飛行機はね、定刻よりちょっと早いんじゃないかな。ハンブルグ着陸いたしました。これはまずい。これ置き止めだよ、置き止め。マジか。いやー、疲れてる時に置き止めは答えるな。まあしゃあないか。Thank you. あ、着きましたよ。まあ夜10時ですからね。まあまあ涼しいですか。はい。
いやいや、お疲れ様でしたね。あ、こんな感じだったんだ。ボルシア・ドルトムント塗装スペシャルバージョンのね、ユーロウィングスで参りました。こうして見ると結構かっこいいね。いやいやいや、お疲れ様でした。ちなみに今ね、バゲッジクレームに向けて歩いてますけど、空港自体はなんていうのかな、ちっちゃいよね、やっぱここ。コンパクトな印象ですね。でもドイツらしい、なんていうんだろう、機能的な空港なんじゃないかなというような印象を覚えますね。多分ね、時間帯的にこの便が最終便なんだよね。最終便か、まあそれに近いんだよね。だからもうお店は開いてないし、閑散としてますか。でもそんな形の決して悪くない空港じゃないかなというような印象は覚えますね。さあ、無事荷物も出てまいりまして、到着ロビーだけど、まあだから当然到着ロビーもやっぱコンパクトだよね、すごい。なるほど。とりあえず時間も時間だしね、タクシー乗ってホテル行きますか。いやいやいや、日本時間は今朝5時過ぎだから、ちょうどね24時間の移動でございました。あら、ウーバーでもいいけども、今日はあれかな、タクシーで行くかね。いやいや、ほんとお疲れ様でございました。24時間ぐらいなら移動大したことないかなと最初ちょっと思ってたんですけど、やっぱり疲れましたね。はい、ということでね、無事ドイツハンブルグにね、到着という形でございます。はい、というわけで、私の世界一周の旅、その1位ということでね、スイスインターナショナルエアラインズのファーストクラスを中心に、日本からドイツハンブルグまでの移動をお届けいたしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってね、ちょっとでも参考になることありましたら、いいねやつですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして旅にご興味のある方へ、私小林邦弘の YouTube メンバーシップのご紹介です。毎週末メンバーの皆さんとライブでワイワイ盛り上がっております。特に肝はね、この私の世界一周のノウハウを皆さんに一挙公開しようというものでございます。やっぱり旅設計、エアライン、ホテルの選び方から始まって、各地域の注意ポイントなどね、いろいろやっぱスキルがございます。ノウハウがございます。この辺をね、皆さんと共有しながら、僕が次ね、どんな風に旅の設計しているのかお届けしております。さらにですね、その週にピックアップした旅ネタの掘り下げであったりとか、また皆さんとね、毎週トークテーマを決めてワイワイ盛り上がると、そんな形でございます。その他旅に持っていきたいね、おすすめの本のご紹介、または皆さんからいただく質問いっぱいにもとことんお答えしていきます。この小林邦弘チャンネルのメンバーになるのボタン、こちらをぜひポチッと押していただきまして、次回のライブより皆さんのご参加をお待ちしております。そして今回のようにね、英語を使って旅をしたい、英語を使って仕事をしたいという方へ、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE 小林ビジネスイングリッシュのご紹介です。僕自身がね、もともと英語ペラペラだったわけではございません。そんな私がね、どうすれば最短距離で、海外で英語を使って仕事をできるように、できるようになるのかなと考えた時、それはきちんと想定されたあり得るシナリオで練習を重ねることだというふうに考えております。その観点で KBE 小林ビジネスイングリッシュは、用意しているね、たくさんシナリオがあるんですが、全て私が監修したものになります。つまり私自身が経験してね、あり得るこのシナリオで練習しておきたいというものを全てまとめております。最短距離でね、皆さんの英語能力アップできるというふうに信じております。この動画の概要欄に KBE 小林ビジネスイングリッシュの LINE アカウントのリンクつけておりますので、ぜひお気軽にね、ポチッと押していただきまして、無料体験会承っております。そして無料体験会ご参加いただいた方には、これもね、私小林邦弘自ら用意した、特典プレゼントも用意しておりますので、
ぜひお気軽にご参加ください。そして最後に、海外でのビジネスそのものにご興味のある方へ、海外ビジネスに興味のある方へ、私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者、事業主の方へ向けて YouTube では発信していない海外ビジネスの情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これから海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE アカウントのリンクついております。ぜひこの機会にね、合わせてご登録ください。今回は以上です。最後までありがとうございました。